こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は、こうなるはずだと思い込んで行動することで、その通りの結果が現実に起きてしまう現象、自己成就予言についてお話ししようと思います。まず、自己成就予言とは何かについてです。これは、社会学者ロバート・マートン氏が1948年に提唱した概念です。最初は現実とは違う思い込みであったとしても、その思い込みを信じて行動し続けることで、やがてその思い込みが本当に現実の出来事として起きてしまうという現象です。身近な例で考えてみましょう。ある銀行について潰れそうだという噂が広まったとしましょう。すると預金者たちは不安になり、一斉にお金を引き出そうとします。そうなると、本来は問題のなかった銀行であっても、実際に経営危機に陥ってしまうことがあります。つまり、潰れそうだという噂が広まる前には健全な経営状態だったとしても、その噂という誤った予言が人々の行動を変え、結果として現実まで動かしてしまうことがあるということです。これはマートン自身が挙げた典型的な例ですが、同じようなことは私たち一人一人の身の回りでも起こり得ます。私たちもまた心の中で抱いた思い込みや期待によって行動しています。そしてその行動が積み重なっていくうちに、結果がその思い込み通りになってしまうこともあるんです。自己成就予言の仕組みは心理学の研究によってもよく理解されています。その代表的なものがローゼンタールとジェイコブソンが行った研究で知られるピグマリオン効果です。この研究では、小学校の教師に成績優秀者のリストを渡し、このテストで高い点数を取った子どもたちは、これから大きく成績が伸びる可能性があると伝えました。ところが実際には、そのリストは特別に能力が高い子どもを選んだものではなく、無作為に選ばれた名前を並べただけのものでした。それにもかかわらず、数ヶ月後に調べてみると、そのリストに載っていた子どもたちは、他の子どもたちよりも知的能力が伸びる傾向を示していたんです。教師がこの子は伸びるかもしれないと期待したことで、無意識のうちに接し方や声掛けが変わり、それが子どもたちの成長に影響したと考えられています。これがピグマリオン効果です。一方で、自己成就予言には逆の働きもあります。それがゴーレム効果です。周囲の人が低い期待を抱くと、その期待が相手の成果を下げてしまうことがあります。例えば、上司が部下に、この人はあまり仕事ができないと思い込むと、大切な仕事を任せなくなります。その結果、本人も自分はあまり期待されていないと感じ、やる気を失ってしまいます。そうして実際に成果も下がっていくことがあります。つまり、最初に抱かれた低い期待が現実の結果にまで影響してしまうことがあるんです。これらは他者から向けられた期待が影響した例ですが、自分自身に対して抱く期待も同じように働きます。例えば、自分はコミュニケーションが苦手だと信じている人は、
会話の場面で消極的になりがちです。そのため、会話の経験を積む機会も少なくなり、なかなか上達しません。結果として苦手だという思い込みがずっと続き、時にはその思い込みがさらに強まっていくことも少なくありません。思い込みは心の中にある考えにとどまらず、私たちの行動を変え、その積み重ねによって現実の出来事の流れさえ動かしていく力を持っているんです。人間関係でも似たようなことが起こります。この人は自分のことが嫌いに違いないと思い込むと、その人への接し方がどこかよそよそしくなってしまいます。すると相手もその距離感を感じ取り、自然と距離を取るようになるでしょう。そしてこちらはやはり嫌われているのだと感じ、確信を深めていくんです。でも実際には最初の思い込みがすれ違いを生んだだけだったという場合も少なくありません。ここで一つ疑問が浮かびます。もし思い込みが現実になるのであれば、ポジティブな思い込みを選べばよいのではないかと思うかもしれません。ところが実際には多くの人がネガティブな予測を抱えながら生きています。なぜでしょうか？その理由の一つに、人間の脳が持つネガティビティバイアスという傾向があります。これは危険や失敗に敏感になるように働く脳の特性です。もともとは危険を早く察知して身を守るための仕組みでした。しかし現代ではこの働きが強く出すぎて、必要以上に悲観的な予測や自己批判につながることも珍しくありません。では、ネガティブな思い込みに振り回されず、自分が望む現実に近づいていくためにはどうすればよいのでしょうか？ここで大切になるのは、思い込みが行動を変え、行動が結果を変えるという流れを理解することです。そしてその流れに無意識のまま流されるのではなく、自分の意識で少しずつ働きかけていくことです。その第一歩は、自分がどのような思い込みを心の中に抱いているのかに気づくことです。私たちは意識せずに、私には無理だ、どうせうまくいかない、自分はそういう人間だといった声を心の中でつぶやいていることがあります。そしてその声に気づかないまま、それに従って行動してしまうことも少なくありません。こうした思い込みに気づくためには、自分の考えを言葉にして書き出してみることが役立ちます。日記を書いたり、印象に残った出来事があったときに、その時感じたことや頭に浮かんだ考えを記録してみるといいでしょう。書き出してみると、自分はこんな思い込みを持っていたのかと気づけるかもしれません。次に、その思い込みを少し前向きな仮説に置き換えてみます。もしうまくいくとしたら、どんな行動をすればよいだろうと自分に問いかけてみます。そうするだけでも思考は少し建設的な方向へ向き始めるでしょう。さらに行動を変えるためには、もしこうなったらああしてみるとあらかじめ決めておく方法も役立ちます。例えば会議で意見を求められたら、短くてもいいから
一言発言してみる。人と話す機会があれば、まず一つ質問してみるといった具合です。こうして具体的な行動を決めておくと、これまでとは違う行動を取りやすくなります。そして何より大切なのは、小さな成功体験を積み重ねていくことです。自分にもできるという感覚は、言葉をいくら唱えても実感できるものではありません。実際に行動し、できたという経験を重ねることで、少しずつ心の中に育っていくものです。そのためには、最初は大きな目標を掲げない方がいいでしょう。少し頑張れば達成できる小さな目標から始めてみるのがコツです。一つできたら、また次の小さな目標に挑戦してみます。そのような積み重ねで、やがて自分にもできるという信念を育てます。そしてその信念が行動を変え、現実の流れも少しずつ良い方向へ動いていくでしょう。今回は、こうなるはずだと思い込んで行動することで、その通りの結果が現実に起きてしまう現象、自己成就予言についてお話ししました。思い込みというのは、ただ心の中で思っているだけですぐに現実を変えるわけではありません。でもその思い込みは、私たちが意識しないうちに行動に大きな影響を与えています。そしてその行動によって得られる結果も変わっていきます。たとえ小さな行動であっても、その積み重ねによって結果が大きく変わることも珍しくありません。思い込みそのものが直接現実を動かすわけではなくても、思い込みが行動を変え、その行動が結果を変えていくんです。だからこそ、私たちが心の中でどのような思い込みを抱いているのかは、とても大切だと思います。思い込みが行動を変え、行動が現実を変えていく。そのことをお伝えしたくて、今回はこの話をしてみました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。